全部だとか大事だってで今の若い方たくさんみんながやってることをしないと不安だとかバカにされるんだ嫌だとか今から50年先に咲く花は今何かというと無視されてるかバカにされてることみんなが気付かないこんな大事なことなぜしないんだろうかっていうこといっぱいあるんで哺乳動物は体外じゃなくて受精は体の中輸卵管の中で起こります。それで輸卵管の中で何が起こってるか分かりません。卵巣が卵を外に出すとすぐ死んでしまう。それでなんとか卵巣や精巣がかった精子が生きてくれるメディウムの中で受精発生できることはできないけど目の下でできるように採掘するわけです。条件を作る。これはインビトロ受精発生という。魚とかウニですとね、精巣でできた精子はすぐ受精可能です。できます。だから哺乳動物の場合は精巣でできた形は立派ですけど全く役に立たない。これ後で分かったことですが、細胞です。細胞のメンブランそれは準備ができてないんで、それを準備させることをキャパシテーションというんで、昔は私が研究入った頃はこのキャパシテーションは体内でしかできないインビトロじゃ無理だろうと言われたんですけど、なんか外もなんかインビトロもできそうだっていうことが分かります。非常にプリミティブな研究で、これが当時人の卵子の体外受精を一生懸命やっててエドワーズが彼は大抵苦労したんです、ね、だけど私の研究の方が彼をかなりエンカレッジしたようです。大学の1年生の時に北大の臨海実験所というのが指導教に連れられて行ってそこで初めて海にいろいろな素晴らしい生物がいるということを知りました。講師の方が、ウニの発生を見せるということでメスとオスから卵子精子と顕微鏡下で事前の瞬間を見せてでその時初めて見ました。その非常にダイナミックというのが生命の始まり感激しました。でそれで卒業論文の終わる1年ぐらい前に報告を書いてですね、哺乳動物の研究を始めたい。ところが日本ではそういう研究してる先生は誰もいない。いつかはその研究は大切になるんじゃないかとぼんやりと思いましたね。で文献を見まして世界で3人研究を盛んにしている方がいましたね。でそれがイギリスのドクター・オッセン、それからフランスのドクター・ティーボ、それからアメリカのドクター・チャンがいました。でこのドクター・チャンだがいろんな実験をしてたんです。でそれで思いって彼に手紙を書きました。1ヶ月後に来てもよろしいというびっくりしました。彼はAsk a simple question でね、simple important、それでいちいち細かいことを今で彼は大きなクエスチョンをよくやってましたね。マグソームレアクションって言ってスパムが卵に入るときにどうしてもしなきゃならない現象なんです。でそれにしばらく乗り込みました。でだんだん僕も行き詰まってきた。立ち入りできない。でそれで考えましたね。一体この受精の中で何が一番大事かなと考えたんですけど、どうも精子というのが遺伝情報をメスに持ってくる。核を通して運ぶ。で精子の核というのは誰もほとんど研究してない。誰も正常の場合は精子はいろんな変化を起こして初めて卵子に入れるようになる。普段はキャパシテーションいろいろステップものすごいステップそれを全部針やると全部バイパスして育種っていうのはスパムの力を頼らないで針の中に精子を入れて中に入れる。で私核精子の核そのものに興味ない。その核が準備できてるかそれでアクロソームとかテールとかなかなか準備で核そのものはもうすでに精巣でもう準備できてるかどうかそれを知りたかったためにその核を直接入れているそれだけの話で核そのものはね準備はできてないかもしれないできてるかもしれない
どうなるかね、どっちに転んでも面白いわけだ。で後でMT の友達がですね、黙ってても入るし、なんで男子入れるんだったらバカにされたもんね、ほとんど見えがされない。で15、16年経ってからその方法がですね、人の不妊の約束だっていうことになったわけ。まあそんなわけでステップの相手から始めた。中学に入ってから戦争が始まりました。当時我々はみんな死ぬと思ってたんですね。まさか生きると思うだから、広いもんでした。で突然戦争も終わって、さて何をしていいか、一生一回だからね、やっぱり好きなことをしたいって考えましたら、これは私の言葉じゃないですけど、全く同感ですけどね。Science is not job, it's a passion. で我々は研究者と職人だと思うんです。評論家じゃなくて。で手を使ってやる。いまだに手を使ってやるのは好きでした。職人でありたい。